こんにちは。今回はうちのラブラドールのために木製の介護ベッドを DIY します。14歳になって左足から腰にかけて急に弱って自分で立てなくなったので、介護しやすいようにテーブルくらいの高さのベッドを作っていきます。使った材料などはすべて概要欄にまとめてありますので、同じように作りたい方はぜひチェックしてみてください。うちに端材で転がっていた SPF 材をメインで作っていきます。強度があって軽いので大型犬にも最適です。頭の中の図面通りにどんどんカットしていきます。まずはワンちゃんが乗る部分から組み立てていきます。以前から使っているマットが135センチ ×95 センチなので、それが乗るように同じ大きさで作ります。細い方の材は 38×38 ミリです。75ミリのコーススレッドを使うので、そのまま売ってもいいのですが、この時はダボでネジを隠す予定だったので穴を開けていきます。その後に割れ防止で3ミリの切りで下穴を開けます。ワンちゃんの状態によって回収しながら使うことを考えると、ダボでのネジ隠しは不要と判断しました。後々バラしやすい方が楽ですからね。ここからはダボ穴を開けるのをやめてザボリに変えていきます。強度も軽さも欲しいので、上のフレームはこれくらいで試してみます。たわむようなら下から材を追加する予定です。結果は格子で吊るすことで強度が出たので、これで OK でした。次に足材を作っていきます。SPF の 2x4 を段違いに組んで、段のところにベッドフレームを乗せる方法にします。この短い方にフレームを乗せます。これを4本作ります。高さは介護しやすいように一般的なテーブルの高さ70センチに設計しています。さあ、フレームを乗せていきます。ここも75ミリのコーススレッドでガンガン組んでいきます。数本棚受けプラス補強を入れて骨組みの完成です。丈夫にできました。次に棚を作っていきます。ヒノキの薄い板が余っていたので、これを貼っていきます。10ミリ厚だったので20ミリの木ネジで打っていきました。ヒノキのいい香りです。中心に骨組みがないのでバタついていますが、軽いものしか乗せないので OK です。もうヒノキはないので、下側の棚は余っている12ミリ合板を継ぎはぎで貼っていきます。貼りました。同じくバタついていますが OK です。次は柵の上側を 1x4 で組んでいきます。一応つながりを45度でカットしてみました。
簡単な組み方でなるべくおしゃれにしたいものですね。12ミリ合板をベッドフレームに固定していきます。柵の材料は大量に端材で余っている 25×25 ミリくらいの角材をガンガン組んでいきます。柵の間隔は顔が出ないであろう幅で適当に並べています。後に弁が床に落ちちゃうので下の方にアクリルを貼ることになりました。前側の柵は開閉式にしたんですけど、長板だと水平で止まっちゃうのでスライド式にしないといけないと考えています。引き出し用のスライドレールとか使えるかな。固定はホームセンターにある適当なものを左右に取り付けました。名前なんだっけな。概要欄に詳しく載せておきますね。キャスターもホームセンターの中くらいのやつです。耐荷重をチェックして耐えられるものを購入しました。ベッドを動かしながら介護や掃除ができるのでキャスターは絶対に必要でした。スペースも限られているので、なんとか完成しました。あとはマットとワンちゃんを乗せていきますよ。うちのラブラドールは大型犬で25キロですけど、持ち上げるのは旦那が余裕だと言っているので任せています。やっぱり開閉の柵が邪魔ですね。立たせてやると自由に歩き回るんですけど、寝ちゃうと立つことも寝返りを打つこともできないんですよね。病院では背骨の変形が見られるのでヘルニアかなといった感じです。白内障も出ていて、こう見ても瞳が白く曇っていますね。まだまだ食欲もあって元気なので、これからも長く一緒にいられるように楽しんでいきます。というわけで今回はラブラドールのための木製介護ベッドを DIY しました。必要な材料と工具は概要欄にまとめてあります。この動画を見ながら同じように作りたい方はぜひチェックしてみてください。この動画が参考になったらグッドボタンとチャンネル登録もお願いします。では次の DIY でお会いしましょう。